皆様こんばんは。腹ペコ僧侶です。幸せ解体新書ラジオのお時間です。今日はですね、少し活動の裏側のお話をしようかなと思います。今週、過去曲のリメイクを配信しようとしていたんですけど、ディストリビューター側の確認で引っかかってしまって、結局そのサービスは解約することにしました。こう言うと、ちょっと大げさに聞こえるかもしれないんですけど、私としては結構大きな出来事で、過去の曲ってただ昔作った音源というだけじゃなくて、その時の私の気持ちとか祈りとか痛みとか、まだ言葉にできなかったものが入っているんですよね。だからそれをもう一回ちゃんと届けようと思って準備していたものが思った形で出せなくなると、やっぱり少し心が止まるんです。ああ、そうか、ここでは出せないのかって。でもね、そこでずっと止まっていてもしょうがないなと思ったんです。もちろん少しはもやっとしました。それは正直あります。でもじゃあ私は何がしたかったのかなって考えた時に、別に配信サービスに載せることそのものが目的だったわけじゃないんですよね。私がしたかったのは曲を届けることです。必要な人に届くこと。眠れない夜とか、ちょっと心が折れそうな時とか、自分のことをうまく好きになれない時に、どこかでこの歌がそっと隣に置かれること。本当はそこなんですよね。なのでこれからは無理に配信サービスだけにこだわらず、 YouTube と Facebook にフル動画として載せていこうと思っています。幸せの方程式チャンネル、つまりこのラジオのチャンネルに公開している過去曲も順番に腹ペコ僧侶チャンネルの方でも公開していく予定です。今動画を作っています。待っててね。さて、そんなところで今夜のテーマです。幸せの方程式サンクチュアリー、奪われた場所から聖域を作り直す。なんかちょっとかっこつけたテーマに聞こえるかもしれないんですけど、でも今回の私の中では結構これなんです。場所を失ったから終わりじゃない、思った道が閉ざされたから全部無意味になったわけじゃない。むしろそこで初めてわかることがあるんですよね。私は本当に何を宝物にしていたのか、今日はそこを少し一緒に考えていけたらと思います。今回改めて届け直していきたい曲たちは大きく2つのアルバムに分かれています。一つは聖域の元凶方向です。これはかなり祈りの濃いアルバムですね。ただ綺麗に整った祈りというより、暗いところでそれでも声を失わないための祈りみたいな感じなんです。痛みの中で祈る、眠れない夜に祈る、誰にも届かない気がしてもそれでも叫ぶ、そういうものが入っています。例えば幽郷ストリームズ・オブ・マーシー。これは静かな痛みの奥にまだ慈しみの水音が残っているような曲です。大きな奇跡が起きたわけじゃないでも、誰にも聞こえないような小さな祈りの中に神様の憐れみが流れている、そんな感覚があります。祈祷ウェイクフルスリープは眠れない夜の曲です。休みたいのに休めない目を閉じても心だけが起きている。でもその真っ暗な夜の中で小さな明かりのように祈りが残っている私は、この曲に夜を越えるための祈りを込めました。そして長期 I'm Still Here。 これはまさにタイトル通り、私はまだここにいるという叫びの曲です。強いから叫ぶんじゃなくて、もう崩れそうだから叫ぶ。でもその叫びも祈りになるんだと思います。聖域の元凶方向全体にあるのは、勝った人の歌というより、壊れそうな人がそれでも神様の前で声を出すという感覚なんですよね。もう一つはピュアレスブルー Before I Bloom です。こっちはもっと青いです。未完成でちょっと恥ずかしくて、
でも確かにそこに命があるアルバムです。恋とか、言えなかった気持ちとか、まだ咲く前の自分とか、そういうものが入っています。光合成の歌、Your Smile My Sun は、誰かの笑顔に照らされて、心の中に小さな芽が出てくるような曲です。まだ好きって言えないでも、もう好きなんだと思う、そういう咲く前の気持ちが入っています。ねえ、こっち、Please Notice Me は気づいてほしいけどうまく言えない曲です。明るく見せていても本当はこっちを見てほしい。ちゃんと私に気づいてほしい。そういう可愛さの奥にある寂しさみたいなものがあります。君が好き、Confession Not Confess とは告白できなかった告白の曲です。好きなのに言えないまま胸の奥で何度も言葉だけが練習されている。そういう不器用さって誰の中にも少しあるんじゃないかなと思います。そして最後のピュアレス Still I Bloom は私はもう完全にピュアではないかもしれない。でもそれでも咲いていくという曲です。傷ついたり迷ったり綺麗なままではいられなかったとしても、それでも私は私として咲いていく。少し強がりでも本当はすごく切実な歌なんですよね。だからこの2つのアルバムは方向は違うんです。聖域の元凶方向は夜の祈りピュアレスブルーは咲く前の青さ。でも根っこは同じだと思っています。どちらも完璧な場所から生まれた曲ではありません。むしろ不安とか痛みとか言えなかった気持ちとか祈るしかなかった夜とか、そういうちょっと弱い場所から生まれた曲です。だからこそ今回配信サービスという場所を失った時に私は思ったんです。ああ、この曲たちを置く場所は一つじゃなくていいんだなって。 YouTube でもいい、 Facebook でもいい、動画でもいい、誰かの眠れない夜にそっと流れる形でもいい場所が変わっても、この曲たちの中にある祈りや青さは消えないんですよね。今見ると過去の曲なんですけど、でも過去に置きっぱなしにする曲ではないなと思うんです。あの時の私がいて、今の私がいる。だから昔の曲をただ出し直すというより、今の私がもう一回抱きしめ直して動画として届け直す。そんな感じです。この後載せていく予定の動画も少しずつ作っています。まだ全部完成しているわけではないんですけど、順番に作っています。正直作業としては結構大変です。曲を出すだけなら音源を置けばいいんですけど、動画にするとなると絵も必要だし、字幕も必要だし、世界観もちゃんと整えたいんですよね。でも腹ペコ僧侶として届けるなら、やっぱりただ音だけ置いて終わりにはしたくないんです。歌として、祈りとして、物語としてちゃんと届く形にしたい。だから今少しずつ作っています。さて、ここで今日の御言葉です。マタイの福音書6章21節にはこうあります。あなたの宝のあるところ、そこにあなたの心もあるのです。これすごく静かな言葉なんですけど、結構怖い言葉でもあるなと思うんです。だって自分の心って自分が宝物にしているもののところへ行ってしまうんですよ。数字を宝物にすると数字に心が振り回される。評価を宝物にすると評価されない時に自分まで否定されたような気持ちになる。配信サービスに乗ることを宝物にしてしまうと、そこを止められた時に歌そのものまで奪われたように感じてしまう。でも本当にそうなのかなって、今回そこを考えさせられました。私の歌は配信サービスに乗らなかったら消えるのかな。私の祈りは決められた場所に置けなかったら無意味になるのかな。そんなことないですよね。届け方は変わっても届けたいものは残っています。場所が変わってもそこに込めた祈りは消えていません。だから今回のことは多分私にとって
心の向きを変える出来事だったんだと思います。メタノイアですね。現実が急に全部良くなる魔法ではなくて、心の向きが少し変わること。止められた、終わったではなくて、じゃあ別の形で届けように変わること。これって結構大きいんです。心理学的に言うなら、コントロールできるものとできないものを分けることでもあります。相手の判断とかサービスのルールとか配信の仕組みとか、そういうものは私が全部コントロールできるわけではありません。でもどう受け止めるかは選べます。どう届け直すかも選べます。どんな動画にするか、どんな言葉を添えるか、どんな祈りとして残すか、そこはまだ私が選べるんですよね。人って自分で選び直せた時に少しだけ回復するんだと思います。ただ傷つけられた人として終わるんじゃなくて、そこから何をするかを選び直す。それは強がることとは少し違います。無理に平気ですということでもないです。悔しいなら悔しいでいい。悲しいなら悲しいでいい。でもその気持ちを抱えたまま、じゃあ私は次にどこへ向かうのかを選ぶ。それが今回の私にとっての小さな回復だったのかなと思います。ただ反省点もあります。私はどこかで配信サービスに乗ることをちょっと正解みたいに見ていたのかもしれません。もちろん配信は大切です。聞いてもらいやすいですし、広がりやすいですし、ちゃんと活動している感じもあります。でもそれが一番大事になってしまうと危ないんですよね。そこに乗らないと価値がない。数字が出ないと意味がない。見られないと存在していない。そうなってしまうと心がすごく苦しくなります。これは音楽だけじゃなくて、多分私たちの日常にもあると思います。SNS の反応とか、仕事での評価とか、誰かから必要とされている感覚とか、自分がここにいていいと思える場所とか、そういうものは大切です。大切なんですけど、それだけに心を預けすぎると、失った時に自分まで崩れてしまうんですよね。だから今日のテーマは、奪われた場所から聖域を作り直す。場所を失っても宝まで奪わせない。私は今回そういうことを学んだ気がします。今日の小さな実践です。今夜眠る前に少しだけ自分に聞いてみてください。私は今何を宝物にしているんだろう。すぐに答えが出なくても大丈夫です。ただちょっとだけ考えてみる。評価なのか、数字なのか、誰かの反応なのか、それとも愛なのか、祈りなのか、誰かに届くことなのか。もし心が苦しくなったら、短くこう祈ってみてください。神様、私の宝を愛の方へ戻してください。それだけで大丈夫です。立派な祈りじゃなくていいです。ちゃんと整った言葉じゃなくてもいいです。心がほんの少し命の方へ向き直るなら、それも祈りだと思います。ということで、これから過去曲のリメイクや幸せの方程式チャンネルに置いていた曲たちを腹ペコ僧侶チャンネルでも順番に公開していきます。YouTube と Facebook を中心にフル動画で届けていく予定です。今、動画を作っています。急ぎたい気持ちもあるんですけど、ちゃんと届けたいので少しずつ整えます。待っててね。では最後に少しだけお祈りします。神様。私たちは時々大切なものを置いていた場所を失って自分まで失ったように感じてしまいます。でもどうか思い出させてください。場所が変わっても愛は消えないこと、道が閉ざされても祈りは終わらないこと、奪われたように見える場所からでも新しい聖域を作り直せること、私たちの宝が数字ではなく評価ではなく誰かを生かす愛でありますように。眠れない夜に必要な人へ必要な歌が届きますように。
今日も弱い心の中に静かな平安を与えてください。イエスさんのお名前によって祈ります。今日のお話が少しでも心に残ったら、高評価、チャンネル登録、コメントで応援していただけると嬉しいです。そして、これから公開していく曲や動画もゆっくり待っていてください。皆さんの感じたこともよかったらコメント欄で教えてくださいね。今夜も皆さんの上に静かな祝福がありますように。それでは、おやすみなさい。良い夢を。